ドントコイス。どうも皆さんこんにちは。今回紹介する作品は日暮らしの泣く頃に、10月からリメイク版ということで作が綺麗になって帰ってくる。パチンコやネット上でも見たことある人結構多いんじゃないですか。このアニメは毎年人が死ぬという謎編と、それに対する解決策として解決編、この2つのミステリー要素が詰まった作品になります。今回この動画では出題編の3つを紹介し、次の動画で回答編の方を紹介するので、もしネタバレが嫌な人は注意してください。ちなみにグロさは前回のリゼロをはるかに凌駕するものなので、ぜひこの動画で緩和していきましょう。それでは本作の舞台は人口2000人に満たない小さな村、ひなみ沢村。その村では毎年6月に行われる綿流しという祭りの日に不可解な事件が起こると言われていた。それは毎年必ず1人が死に1人が消えるという法則があり、この事件は村に祀られた神であるお社様が起こすたたりであると村人からは恐れられていた。そして事件が起きてから5年目の昭和58年、一人の少年前原圭一が引っ越してくる。本作は綿流しのお祭りで起きた5年目の惨劇、昭和58年6月を舞台にストーリーが展開されていく。主人公の前原圭一には同じ学校に通うクラスメイトの龍宮玲奈、学年が一つ上の園崎美音、学年が下の古出理香、北条聡子の5人と楽しい生活を送っていました。そんなある日、圭一はレナにお気に入りの場所があると紹介されて向かいます。そこで富武二郎というカメラマンと偶然出会い、ある事件について知ることになります。それはこの場所はかつてダムの建設工事現場でバラバラ殺人事件が起きたということでした。圭一はさりげなくレナたちに話を聞きますが、皆知らないと圭一ははぐらかされてしまいます。このシーンひどいですよね。みんな知らないんだったら知らないって言えばいいのに、圭一のことをはぐらかして一人ぼっちにするんでしょ。それは疑いの念を持っちゃいますよね。このキャラうざいかな。綿流しの当日、圭一は富武から事件について詳しい話を聞きます。それは綿流しの晩にお社様のたたりと呼ばれる不可解な事件が起こるということでした。バラバラ殺人事件は4年前に起きた事件で、それを機に3年前はダム工事で賛成派だった夫婦が転落事故死、2年前は地元の神主が原因不明の奇病で死亡、1年前は近所の主婦が撲殺されていたというのです。そして今日がお社様のたたり5年目の日でした。いやー、まさに怖すぎですよね。毎年みんな全くいい死に方をしないっていうのがとても怖い。まあそういう時は富武二郎に守ってもらいましょう。次の日、圭一は沖宮の刑事である大石という人物から昨日の晩に富武と連れの女性が死亡したことを聞かされます。その後も大石と連絡を取る中で、お社様のたたりという事件は神隠しをこの村では鬼の住む村と恐れられた歴史があることから鬼隠しと呼び、お社様のたたりで一人が死ぬと一人が鬼隠しにあって消えるという事件性があることを知りました。実際に4年前は犯人が消え、3年前は転落した夫の妻の遺体が見つからず、2年前は神主の妻が遺書だけを残し失踪、1年前は圭一の一つ上の年齢のサトシという少年が消えていました。さらにその事件には圭一が仲良くしていたクラスメイトが関わっていると大石は言います。4年前の事件ではミオンが工場の人と取っ組み合いをしていたことが目撃されていたり、3年前の転落死した夫婦の子供が聡子だったり、2年前の神主夫婦の子供が理香だったり、1年前の夫婦は聡子の叔母にあたる人物で、サトシは聡子の実の兄だったりと妙な関連性がありました。レナはもともとひなみ沢出身でしたが、親の都合で引っ越した際に転校先の学校の窓を破壊し、お社様のたたりという単語をつぶやいていたとのことでした。
大石さん、警察のくせしてプライバシーとかないんですかって感じですよね。でこれね、結構悲しいことにね、実際に栃木県でね、この事件を模倣した事件があったりとかしたんですよ。その学校のガラスに日暮らしって書いてあって窓ガラスを割るっていう事件が。この話を内密にしていた圭一でしたが、レナとミオンはなぜかそのことを知っていました。彼は2人に詰め寄られますが、2人も自分に対して隠し事をしていたと反撃し、健一はやがて仲間に疑念を抱き始めます。健一は身の危険を感じ、自分の身を守ることにしました。しかしある日の夜、何者かに襲われた健一は目を覚ますと、レナとミオンが家に来ていました。そして圭一は取り押さえられ、注射を打たれようとした瞬間、彼は抵抗し、2人をバットで撲殺し、その場から逃亡しました。その後、公衆電話から大石に連絡しますが、直後圭一は自らの喉をかきむしって死んでしまいました。いやー、どうでした？このいきなりの急展開。ある日ね、仲のいい友達から命を狙われるってゾッとしますよね。ここではね、圭一は身の危険を感じたっていう風に言ってるんですけど、この身の危険の感じ方が半端ないんですよ。レナとミオンが圭一の家に来てね、学校休んだんでお見舞いに来てくれたんですよね。でその時に持ってきてくれた差し入れの中に待ち針が入っていたりとか、下校途中にねずっと帰り後ろ付きまとわれるとかいうね、もうストーカー行為を受けるっていうね、もう怖いですよね。でラストもね、まさか主人公も含めてみんな死んじゃうのっていうまさかの驚きの展開ですよね。いやー、主人公が死んでね成立する漫画ドラゴンボールだけでって感じですけどね。ある朝、健一たちは隣町の沖宮で開かれるゲーム大会に参加し、彼は景品として人形をもらいますが、健一はいらないと言い、レナにあげました。その帰りの途中にエンジェルモートというレストランに入った彼は、そこでバイトをするミオンを発見しました。しかし彼女はミオンではなく、双子の妹であるシオンでした。ちなみにこのエンジェルモートっていうお店は、健一と大石が最初の鬼殺し編の時に会話をしていたお店です。でここで働くシオン曰く、町の人っていうのはみんな団結力があるっていうことだったので、もしレストランで話していたことがレナとミオンの耳に届いてたということは。綿流しの当日、健一は富武とシオン、そして高野美代という女性と共にブルデ神社にある立ち入り禁止の西宮殿と呼ばれる場所に侵入しました。その中には多くの拷問器具があり、ひなみ沢は昔鬼が住む村、鬼ヶ淵村と呼ばれ、綿流しの日に人をさらって拷問するのが綿流しの本来の意味だと聞かされます。翌日、圭一は刑事の大石から2人が死んだことを聞きます。今年は2人が死んだということは、鬼隠しにあって消えるのは2人、圭一とミオンがその標的だと確信します。その後、シオンは失踪し、事情を聞いたリカや村の村長、リカと一緒に住んでいる里子にまで被害は及びます。村の立ち入り禁止の場所って言ったらもう入ったらやばいじゃないですか。もう考えればそこに堂々と入っていってしまうという好奇心たまりません。ちなみにここで出た高野美代っていうのは、最初富武次郎と綿流しの番に圭一が会うんですけれども、そこではね名前が出てこなかったので、今回初のお名前オープン。一連の連続開始事件がひなみ沢を取り仕切る御三家と呼ばれる家系の一つ、園崎家の仕業だと手がかりをつかんだ圭一はミオンの元へ向かい、西宮殿に入ったことを謝罪し、事件について追及します。降参したミオンは、今までの連続開始事件は園崎家の意向であり、ミオンも事件に関わっていたと告白しました。ミオンの計らいで園崎家にある秘密の場所へと行くと、そこには失踪したと思われていたシオンが捕まっていました。2人は無事に救出されましたが、その後鬼に体を乗っ取られたミオンが現れ、圭一を包丁で刺し逃亡します。彼は病院で一命を取り留めるも、大石から不可解なことを聞きます。事件後、シオンはマンションから転落死し、
圭一を刺したはずのミオンは秘密の場所にある井戸の中で圭一が襲われた日に死んでいました。さらに最後殿に入った高野はその時すでに死んでいたと鑑識の結果で出たと言われます。そしてその話を聞いた数日後に圭一も突如死んでしまいました。いやー、これ最後怖いですよね、普通に考えて。だって死んだはずの人物が実は生きていたみたいなことですよね。もうそんな死んだはずの人物と一緒にいるなんて、もうオカルト映画とかゾンビ映画ぐらいでしか見ないですもんね、その設定。でも安心してください、このアニメはちゃんとした謎解き要素っていうのが入っているのでね、しっかりとこの謎後々回答編の方で明らかにされていくので、ぜひ皆さん、なんでこんな事件が起きたのか、こんな現象が起きたのか考えてみてください。ある日、圭一は聡子が3年前に両親を亡くし、その後叔父夫婦に引き取られるも虐待を受けていたことを知りました。しかし叔母は1年前のたたりで死亡し、兄は行方不明となっていました。聡子は理香も2年前に両親を亡くしたという同じ境遇から2人で暮らしていました。しかし突如叔父が現れ、聡子と一緒に暮らすことになりました。聡子は学校にも行かず、身の回りの雑用をしていました。そんな状況にもかかわらず、児童相談所は対応に消極的で、聡子自身も兄に頼ってきた分、この状況を乗り越えることが自身の成長だと信じ、虐待を認めませんでした。その状況に耐えかねた圭一は、綿流しの当日に叔父を呼び出し、バットで撲殺してしまいました。これで平和な生活に戻れると思いきや、次の日叔父の死体が消えていました。圭一は再び殺そうと家に乗り込んで、叔父がいるか確かめに行くと、お風呂場で虐待を受けのぼせた聡子を発見しました。聡子の服を取りに理香の家に向かう途中、古出神社の賽銭箱の裏にカラスに食われている理香の死体がありました。怖い、もう一言で言うと怖い。いや、このアニメね、とにかくこう殺される描写がねすんごい多いんですよ。そのせいもあってか、こう日暮らしイコールなんか怖いアニメみたいな感じのイメージがすごい持たれがちなんですけどね。これ完全な余談ですけど、このアニメってすごいクラナドと構成が似てるんですよ。その最初の方は思ったよりそんなにあんま面白くないんですよ。こんなこと言ったらクラナドファンのね方にも怒られてしまうかなと思うんですけど、僕個人としては最初はあんま面白くないなっていう感じなんですよ。でも最後の方まで見ていくとだんだんその面白さが分かってくる。で最終回を迎えると、今までのこのいろんな今までのつまんないかったストーリーっていうのを我慢して見た先に、こういう感動があるんだっていうのがねすごく伝わるのが、僕は結構クラナドだと思ってて、だから最初感動のシーンのみ見ても感動はするんですけど、そこの間っていうのをね見ていくとより感動するんですよ。それと一緒でね、日暮も最後の方すんごいスッキリしたりね、面白かったってなるんですけど、このグロい描写っていうのを乗り越えたこの先にあるのがね、僕は日暮だと思ってるので、皆さんね、もしこのアニメ見たいなって思ったら、もう頑張ってこのグロ描写乗り越えてください。もうグロいけどね、絶対これ最後まで見た人はこのアニメすんごい好きだっていう風になるのは絶対間違いないので、ぜひねこの動画を見て少しでも抵抗力をなくしてもらえたら嬉しいです。ということでラストスパートどうぞ。圭一は持っていたものでカラスを払おうとすると、その光景を聡子に誤解され、聡子は吊り橋まで逃げ出しました。圭一は説得するも反響欄になった聡子に橋の上から突き落とされてしまいます。その後ひなみ沢では謎のガス災害が発生し、圭一を除く全てのひなみ沢の住民が死亡しました。